れでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の脈ありサインについて見ていきます。はい、ということで早速見ていきましょう。ではまずオラクルカードからお相手がされたらグッとくるところをまずもらっていきましょう。今回タロットカードもごめんなさい、一回しまいますね。今回タロットカードもオラクルカードもすべて正位置で見ていきます。あとはそうですね、ルノルマンカードも使っていきます。されたらグッとくるところ、こんなことされるとときめいちゃうよっていうね、お相手のポイントもらっていきましょう。はい、もらっていきます。あれ、何かさっきも出たかな？ここからは隠されているものが明るみに出た時っていうのが入っていますので、なんかこうお相手しか知らない顔を見た時とかね、自分しか知らないお話を聞いた内緒話を打ち明けられた時とか、自分にしか知らないね、この異性の顔を見た時とかね、そういうのがグッとくるよって言われてます。こう自分だけっていうところがワードとして入ってくるかなと思います。そこに特別感を感じるとかね、自分自身の中で。あとはね、誰にも知られていないところが自分は知ってるよっていうところを感じたりとか、あとは普段見せないような表情を見てしまった時とかね、そういうところグッとくるよっていう風に言われてますね。なかなかね、いつも明るく振る舞っているのにふとした瞬間のあの表情にグッとくるとか、実はね、いつも目立たない存在なんだけど、実は学校から出たらすごく明るいとかね、よく深く知るととてもね純粋な子だったとかね、そういうギャップとかかな、そういうところにグッとくるよっていう風に言われています。ではこのね方の脈ありのサインを早速もらっていきましょう。どこか普段見せないような一瞬、瞬間、表情とかね、心の内とかそういうところにグッとくるとは言っていますが、この方が好きな人に見せる脈ありのサイン、好きな人というかね、好意のある方、いいなと思っている方、脈ありのサインはどういうところかなというのをもらっていきます。はい、まず1枚もらっていきましょう。ペンタクルの4番が出ています。で、その他にもね、もらっていきます。では、ルノルマンから。はい、ルノルマンはユリのカードですね。はい、こちらのフェアリーのタロットからももらっていきます。今回はね、妖精さんメインとしたカードを集めています。脈あり、こんなサインがお相手から出たら、実はあなたに脈があるかもよっていうね、ところをもらっていきますね。これもね、サマーの4なので、なるほど。ペンタクルスの4とカップの4出ていますね。なんかね、やっぱり似たような感じで、同じような感じですね。ギャップっていうところが入っているので、同じようにね、自分の気になる人に対して、自分の本音を打ち明けたりとか、あとは、少しね、気を抜いた自分を見せてくれるとかっていうところがあるのかな。普段明るくしているお相手なんだけど、ふとした瞬間に、沈んだ表情を見せられるような時があるんじゃないかな。役割の相手に対してはね、自分の弱いところをさらけ出していけるとか、あとはそうですね、目線が合っていないようなところもあるので、もしかしたらね、こう脈ありの人には目をねまっすぐ向けられないところもあるかもしれないですね。あるかもしれない。あとは同じようにね、秘密を共有し合うとか、そのお互いのね本音、誰にも言えないようなお話をし合うとかね、相手から教えてもらった分自分のも見せていくとか、そういうところから
好きにつながっていくのかなっていうのがありますね。あなたにしか言わないことなんだけどとかっていうのを聞いた時には脈ありのサインかもしれないですね。で、ユリのカードも出ていますので、脈ありのサインとしては、純粋な気持ちだったり誠実な気持ちだったりとか、清らかな気持ちだったりとかもあるから、脈ありの方に対して嘘をつかないとか、そうですね、誠実な対応も取るんじゃないかな。だけど、なかなかね、まっすぐと目線向けられない恥ずかしさとかっていうのもあるかもしれないですね。目線交わされるとかね。そうだな、どちらかがですね、自分の秘密とか表情とか普段見せないようなところを見せるか、あとは恥ずかしくて目線そらしちゃうとかね、好き避けみたいな感じですね。でもその脈ありのサインとしては、がっちりとね掴んで離さないよってところが言われてますので、何かしらのサインをちゃんと送っていたりとか、あとは約束しっかり守ってくれるとかっていうところもあるんじゃないかな。その誰にも言わないでねって打ち明けたことを誰にも言わないとか、軽々しく誰かにね口外したりとかっていうこともせず、小さな約束でもしっかりと守ってくれていたりとかねっていうところもあるかも。少しギャップ、例えば LINE とか電話とか、そうだなLINE とかメールとかだと、文字だとねこう素直にこの方って気持ち伝えられるんだけど、脈ありの方と実際に顔を合わせると目線そらしちゃったりとかっていう、ちょっとウブなところもあるんじゃないかなと思います。あれ、メールや LINE とかだとあんなに素直に仲良くお話できてたのに、実際会うと何かねこう交わされるなとか、そういうのもね、なんか脈ありのサインかもしれないですね。今挙げた中かな。ちょっと好き避けなところだったり、メールとか LINE だと素直だったりとか、自分の普段見せないようなところを見せてくれるとか、弱音だったりとかね、あと何か不満とかね漏らしてくれるとか、普段あんまり不平不満言わないような人だったら、そういうところをあなたにしか見せない、言わないとかっていう時が脈ありのサインで、あとは小さな約束でも守ってくれたりとか、こう目線そらしながらもね、あなたの知らないところであなたを見ているとかね、そういうところ、なんか視線送ってる、目線合わせないけど違うところからずっと見てるよとか、そういうのも脈ありのサインみたい。気になるこのことを追いかけてしまうところもあるっていうのが出てきています。もっと具体的に掘り下げていきましょう。脈ありのサインとしては、どんな行動に出るのかとか、連絡は自分から進んでする方なのかとかって、そういうのももらっていきましょう。まずもっと具体的にね、この方って脈ありの方にはどんな他の人とは違う行動としてどんなことをね行動に表してくれるのかもらっていきましょう。恥ずかしがり屋さんなのかな。目線合わせてくれない、直でね合わせてくれないけど追いかけてますよっていう。はい、もらっていきましょう。3番船のカードが出てるので、こう脈ありの方にしか見せない他と差をつけてくれるところって、やっぱりこう自分からね動いていくよっていう風に言われてる、船に乗ってるのでね、動きますね。この方ね、自分からアプローチしてくるんじゃないかな。なんだろうな、真っ向勝負っていうよりはこの人のやり方で進んでくる感じかな。メールが得意だったらメールで積極的に連絡くれるとかっていう、なんか気軽にね話しかけてはくれないんだけど、恥ずかしがり屋なのかな。なんかメールとかで積極的だったりとか、一部積極的だけど対面したら恥ずかしいみたいなところがある。だけどちゃんと動いてくれるので、脈があるかどうかっていうのはこの方行動するしないにちゃんとね現れてるのでわかると思います。連絡は自分からしてくれるのかっていうね、このメールのやり取りとか LINE のやり取りとか、そういうのはどうなのかなってところももらっていきます。はい、では連絡の頻度についてはこちらからもらっていきます。あとはね、表情、どんな表情をするのかってところもねもらっていきましょう。まずは連絡に対してメール、LINE とかね、 SNS とかね、このあたりはどのように動いてくれるのか。ワンダの点が入ってるのでちょっとね重く考えてるところがあるかな。
いろいろ抱えすぎなんですよね。いろんなこと考えすぎなところがある。考えすぎというか、やりすぎっていう感じかな。気持ちもそうだし、いろいろこっちの方が、この方の方がすごくね考えてるかな。重いかもしれない。重そうにしてますもんね。重いもの抱えてるから、この方が例えばあなたからの連絡が重いとかっていう風に感じるんじゃなくて、逆ですよね。逆で、あなたが重いっていう風に感じてくれてないといいなっていう風に思ってると思いますよ。電話、メール、メールか LINE とかなんか文字かな、チャットとかね、そういうのは積極的にやってくれてるんだけど、結構量が多いかもしれないんじゃないかな。そっちの方に振り幅があって、で対面するときは、恥ずかしくて何も言葉が出てこないとかね、そういうところもあるから、でだからね、割合的に文字の方に頼りがちになっちゃうんですよね。なんで結構チャットとか LINE とかだとまめにね返信くれたりとか、自分から話しかけてくれたりとかっていうところがあるんだけど、そこ結構ね量が多いんじゃないかなって。この人ね、連絡することに対してはどう思ってるんだろう。連絡することに対してはソードの4番が出てるので、連絡することね、そうね、少しねお休みのカードが入ってるので、なんか自分のペースっていう感じもするかな。もう1枚引いてはっきりさせましょう。これやると変わるかも。でもワンドの4も入ってる。そうなんだ。この人にとって連絡することって、この人的にはね、めちゃくちゃな量をあなたにねいっぱいに送ってくれる。脈ありの相手に連絡頻度すごく多いとか、文字数が多いとか、頻繁に連絡くれるとかね、相手の返信待たずにも自分の言いたいこと、その日言いたいこととかをね、メールとか LINE で送るとかっていう傾向があるのかなって思ったんですね。でソードの4、なんかね、眠る暇とかも惜しんでメールしたい、連絡したいって、今その LINE とかメールっていう感じがここでしたので、ね、LINE メールとか SNS とかっていうのをメインで見てるんですけど、もしかしたら連絡頻度なので電話とかね、そういう通話、ビデオ通話とかそういうのも入ってくるかもしれない。ゲームとかね、アプリとかね。でもそういう連絡頻度としては、なんだろうな、睡眠時間削ったりとか、あとはなんか四六時中 SNS 見ていたりとか、ね、チェックしていたりとかね、気になるこの、SNS 投稿を見ていたりとか、何度も何度も見て、いろんなところを感じていたりとかっていうところもあるんじゃないかな。でもそれはね、自分の安らぎのためだって言ってるんですよね。そうすることで自分の心が落ち着くんですって。いろんなことお話ね、メール送ったりとか SNS チェックしたりとかすることで、いろんな情報が自分のところに入ってくるから、すごくそれで自分の心が安定するって、落ち着くんだっていうのが言っていて、心が安らかになれる、リラックスできるっていうのも言われてるので、その好きなことのやり取り、脈ありのことのやり取りを通して、その子との間でも安らかな関係性を築けることができるとか、自分にとってね、とてもそこの居場所、 SNS 連絡っていうのがとても癒しの場所なんだよっていうのが言われてる。ただね、ちょっとこの方情報過多というかね、自分からどんどんメールとか LINE とかする傾向があるかもしれない。 SNS よく見たりとかね、いろいろコメントくれたりとか、いいね押してくれたりとか、いろいろ反応示してくれるんだけど、それに対してね、すごく嬉しいとか、四六時中私のこと考えてくれるなんてって思う方もいれば、そうなんだ、ちょっと重いかもしれないな、毎日とか四六時中はちょっときついかもっていう風に感じる方もね、この1番を選んだ方いらっしゃるかもしれないね。ワンドの10が出てきてるから、結構重いものを持ってるんですよね。小学校にいますよね、このなんか木担いでる子、何でしたっけ、名前忘れちゃった、ごめんなさい。なんとかなんとか二郎さんみたいな、感じで感じる方もいるかもしれないですね。でもこの方にとっては、その連絡することがすごく自分の癒しだよって言われてるので、じゃあちょっとね外れるんですけど、
この人ってじゃあ実際対面してる時ってどんな反応するのってところちょっと気になるんですよね。この人って何かな、こう文字なら得意だけどみたいなことを言ってくる。で直接会う時はなんかこうね、頭の上から足の先までいろんな角度から脈ありの子を目で追いかけてるよみたいなことを言ってる。でもすごくね純粋な気持ちで見てるんだよって。あとは恥ずかしいのかどうかってところを見て、こう対面してる時ってこの人どんな感じって、対面してる時脈ありの子に対してはどんな感じ。カップのページ、でも好き酒とかはないかも。好き酒とかがなくてペンタクルの6も入ってる。与えるもの、与えられるもの、平等とかね、調和とかそういうのも言ってるから、対面してる時、そうだな、遊び心もあるし、まっすぐ見てくれるし、見るってことは変わりはないんだけど、周りの人と同じように接するところもあるから、分かりづらそうに見えるけど、でも分かりやすいかも。恋してますモードがちゃんと入ってきてるので、太陽でしょ。すごくね分かるんじゃないかな。分かる人には分かるよって。本人はそんなつもりないかもしれない。誰にも気づかれないように自分の中にね秘めた思いっていうのをねちゃんと閉じ込めてるぞっていうつもりでいるかもしれないけど、周りの人とちゃんと差が出てるよねっていう風に感じるんじゃないかな。で最初はねこう好き酒とか恥ずかしがり屋さんなのかなって思ったんですけど、そういうことなさそうな感じもしてくるな。ただ完全にねそうじゃないとも言い切れないのね。で本人の中ではちゃんとねこう、例えば同じ職場だったら、仕事の時はっていう感じで区別つけてますよっていう風なつもりでいると思うんですけど、でも実際目線で気になる子のことを追いかけていたりとか、すごく大切にしたりとか、特別視とか特別扱いとかっていうのがねちゃんとねしてるんですよね。で行動、対面としてもちゃんと現れているし、船のカードが出てるのでちゃんとね自分から積極的に進んでいきますよってことが言われてるから、すごくね分かりやすいと思う。脈ありの子に会うとパッと笑顔になったりとか、顔がにやけちゃったりとか、鼻の下伸びちゃったりとかっていうところもあるんじゃないかな。脈ありの子とお話しするだけで一日ハッピーに過ごせたりとかっていうのもあるから、結構分かりやすいところはあるんじゃないかと思います。でもね自分の中では隠してるみたいなのでなのであまりねそこはね突っ込まないであげた方がいいのかもしれないですね。この人の中のこの世界観っていうのがあるらしいので、ということで、どんな表情をするかっていうのもね今出てきたので、にやけてしまうっていうのがね出てくるので、脈ありの人の前だと、やたらとね視線を送ったりとか、約束きちっと守ったりとか、メールの量が増えたりとか、返信もしていないのにメール来るとか、あとはこうやっぱりね特別扱い、特別視っていうのをちゃんとしてくれるとかっていうところもあるので、かなりね分かりやすいんじゃないかなっていうところがあります。そうだな。ではその後ね見ていきましょう。なんか好き酒とかじゃないっぽい。だけどそうだな、メールとかね連絡の頻度もねかなり多いってところがありますね。では今あなたに対してどう思っているのかっていうのをねズバリ聞いていきましょう。で今ね脈ありのサインっていうのをもらっていったので、あなたに対してどう思っているのか、今まではねあなたに対してではなくて脈ありのサインだったんですね。あとはあなたに対してどう思っていますかっていうのをもらっていきます。なんか飛んできますね。あと1枚もらっていきましょうか。でね、この方もしかしたら連絡頻度が多い可能性があるので、その時
時にあなたがねあまり連絡しない派だったら、そのあたりはあなたのさじ加減っていうのが出てくるかなと思うので、調整してあげてください。で、あなたに対して思っていること、今あなたに対してはスプリングの7と8と、サマーのプリンスが出てるので、もうサマーのプリンスが出てる時点でもうあなたにね脈ありますよって言われてるから、あなたフォーリンラブみたいなことを言ってるから、あなたに好意があるんじゃないかと思います。で、自分のものにしたい、射止めたいって、ハートを射抜きたいっていうこととか、あとはあなたとの間にいろんなチャンスがたくさんあればいいなって、好きあらば自分が進んでいける道をね切り開いていきたいっていう風に言われてるから、すごく今あなたに対して、メラメラしてる気持ち、湧き上がってくる思いとかっていうのがあるので、狙いに行ってるんですよね。あなたを射止めようっていう風になってるので、もうすでにね行動に現れているんじゃないかなって、そのように感じてる方がいるんじゃないかなっていうのがありますね。今までこういった脈ありのサインの中で何かね身に覚えがあるようなところがあれば、それもすでにねあなたに送られているサインですよっていう風に言われています。そして気になるところが少しだけあるので、ちょっとそこをねはっきりさせたいかなと思っています。やっぱりこの人っていうのは、普段ね忙しくされている方なのかなっていうのが、出ていますね。で、最初は目線合わせてくれないのかなっていうのも思ったんですけど、それはね照れてるからとかじゃなくて、忙しくてなかなかあなたと目線合わせられないとか、あとは同じフィールドにいない、なんて言うんでしょう、同じ会社の中にいないとかで、普段ね SNS とかのやり取りはよくするけど、実際顔を合わせられるような環境にいない、遠くに住んでるとかね、そういう方も一部いるかなと思いました。で、共通しているのは忙しいっていう感じかな。でもそんな中でもあなたに視線を送ってる、注目してるよっていう感じですね。好きさ系ではなさそうっていうことが、見えてきたのと、あと一つね、ここね、お相手からの連絡の量が多いのかなっていう風に感じてはいるんですけど、逆もあるかなっていう感じもするんですよね。で、ここまで見てきましたので、あなたに対しても好意があるんじゃないかと、カップのナイトさんが出てるので、告白してくれる王子様カードが出てきてるので、もうすでにねあなたのこといいなって思ってるとか、好きだなって思ってるんじゃないかという風に出てきたので、ここから先ねアドバイスもらっていきましょう。何かあなたがお相手との間にきっかけ作ってあげられるようなことがあるのかなとか、これをしとけば好転していくんじゃないかなっていうアドバイスですね。お相手なんかねチャンス待ってるっていうか、狙ってるというか、自らチャンスを生み出そうとしていたりとか、なんか偶然が重なってねあなたにばったり会えないかなとか、そういうのを感じてらっしゃるので、そこに対してあなたが何かすることとか、あとはそのお相手との連絡のやり取りだったりとか、全体的に何かアドバイスがあればなというふうに感じています。なんかね緑っぽいカードが2枚入ってるので、ここもね緑だったけど、ラッキーカラーとしてねグリーンがいいんじゃないかと思いました。で、ラッキーカラーはね出すつもりなかったんですけどね、ここ緑のカードがアドバイスでね揃って出てきてるので、緑いいかなと思います。これはねバランスをとっていくカードと光のカードが入ってきています。で、このカードが2枚入っているので、バランスっていうのが入ってきたということは、どこかのね2人の関係性においてバランスとっていく必要あるよっていうのが言われてる。それはお相手のそのメールの頻度なのか、それ以外のところなのか、自分の気持ち、相手の気持ちのバランス、進みのスピードの違いとかね、お互いが今なんか両思い的な感じのカードが出てきているので、それに対してじゃあこれから先どうやってやっていけばいいのかなとか、チャンスねあればいいなって思ってることに対してバランス取っていこうねって言われてるので、あなたの方でうまくサポートに入ってあげるとか、チャンスを作れるような隙を与えてあげるとか、先進んでいきたいんだったら、
あなたの方から調整に入ってねっていう風に言われていますので、もうそこはね、あなたのさじ加減っていうのがあるの。それ次第っていうのがあるから、あなたの腕前ですよって言われてますので、もうあなたのね、思う通りに導いていってもいいんじゃないかなと思います。このお相手のこと。あなたとお相手、なんか両思いみたいに出てきてるから、あとはあなたがうまく導いてくれると、お相手のこの動きたい気持ち、アプローチしたいっていうね、大きい気持ちがそのまま向かってくるでしょうっていう風に言われてるし、光のカードが出てる。愛と光のカードですね。癒しと。そういうワードが入ってきています。で、一番必要なことっていうのは、あなた自身の心が暗くならないことっていうのがまず一番の軸として考えていただきたい。まず自分自身ね。例えばいろんなところで自分に対して不安に思う、悩んでるとか自信がないとか、あとお相手との未来についても不安があるとかどうしようとか思う時もこれからあるかもしれないし、今現在も何か抱えていることがあるかもしれない。だけどここに一筋の光があるって、それがあなたなんですっていうことでね、十分にここをね、あなたが知るべきですよっていうふうに言われてます。あなたの心が曇っていては、2人のこの恋路の道筋っていうのがはっきりしてこないし、照らされてこないので、まず自分自身の心が光ってるかどうか、輝いてるかどうかっていうのをまずね、何回もその都度その都度見返してみてくださいって。バランス取れてるかなって、自分の心が、そもそもね、自分の心がバランス取れてるかなっていうことを感じることとか、自分の心が曇っていないかなとか、純粋に楽しめているかなとか、ね、そういうところを忘れないでねって。心に陰りが出てきた時に、それを晴らすようなことをまずやっていきましょうっていうことが言われています。あなたが輝いていれば、これから先の未来っていうのもどんどんと輝いていくし、お相手の方からも積極的に来てくれるので、一番軸となるのはあなたの輝きっていうところですね。お相手もね、3のカード出してくれてるので、あなたのことを特別に扱ってくれている、特別視してくれてるとかっていうところもあるんですよね。あなたとの関係を夢見ているところもあるし、気になるところといえば連絡の頻度の違いだったりとか、あなたがお相手の連絡の頻度のことに対してどう思うかってところですね。で、これちょっとね、情報が多いんじゃないかっていうふうに思ったんですけど、逆の場合もあるんですよね。連絡少ないって場合もあるかもしれない。で、そこに対してね、バランス取るってことがあるから、あなたがお相手の連絡頻度に対してどう思うかっていうのは人それぞれだからね、連絡多い少ないってどう感じるかっていうのはそれぞれありますから、そこを自分の軸に合わせていく、持っていくことはできますから、そこをやっていこうねっていうふうに言われています。この1番をお選びいただいた方っていうのが、お相手がね、正直にあなたのこと好きだよっていうふうに言われていますので、もうすでに多分ね、何かしらこの脈ありのサインが当てはまるところがあるんじゃないかと思いました。参考にしてください。そしてこのお相手とうまくやっていくためのアドバイスももらっていきましたね。これもね、いいと思います。自分軸、自分の輝きとかね、そういうものを持ち続けましょうって。決して不安になったりとか、そういうことはね、今そういうことを心配する必要はありませんよって、自分に自信持って大丈夫っていう風に言われてますね。はい。以上、こちらが1番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回はお相手の脈ありサインについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、お相手の脈ありサインについて見ていきます。はい、では早速ですが、お相手がまず異性に対してグッとくるところをもらっていきます。これはね、オラクルカードからもらっていきます。今回もカードすべて正位置でもらっていきます。まずはね、お相手の恋愛対象の方に対してグッとくるところ、ドキドキするところもらっていきます。はい、1枚もらっていきましょう。ウィンター、冬の女王のカードが入っています。なんかね、凛とした姿とか美しさとか
立ち姿とかね、姿勢の良さだったりとか、あとはねこう意志がまっすぐしているところ、目標がちゃんとあってそれに向かってまっすぐ向かっていく姿勢だったりとか、もう外見の立ち姿だけではなくて心の芯の強さとか、そういうところにグッとくるって言われてますね。まっすぐな方が好きだっていう風に言われてるから、例えばストレートにね表現してくれたりとか、分かりやすかったりとか、頼もしいとかね、そういうワードがねバーッと入ってくるので、あとはこうなんだろうな、すごくおしゃべりな人っていうよりは口数が少ないけど誠実でしっかりとね言葉を選んでくれる方とかね、そういうのもグッとくるよって、魅力的に感じるよっていう風に言われてますね。中身を見ていたりとか、心の芯を見ていたりとかっていうところもあるかなと思います。そういうところを感じた時にドキッとしたりするみたいです。では、どんな脈ありのサインを出してくれるのかっていうね、もう早速ね見ていきましょう。カード何枚か出していきます。はい、何枚か出していきましょう。カップのキングさんが出てるので、なんかね年上の方好きなのかな年齢でね縛ってもねいけないんですけど、なんていうのかな、精神年齢の高い方だったりとか、一緒にいて落ち着ける方とか、まずカップのキングさんっていうのがね、こう自分を受け止めてくれるとかね、甘えさせてくれるとか、優しい人とかね、そういうワードがあるんですね。なのでこう脈ありのサインとしてこの方が出してくれるサインですよね。でもなんかこうイメージで入ってきたのが、この方はなんかこうしっかりした人が好きなのかなっていうのがまず入ってくる。しっかりした人とか年上の方とかね。で今言ったことをまず踏まえて、この方が出してくる脈ありのサインをねもらっていきましょう。で指輪のカードが出ていて、あとねこの人脈ありの方に対してはすごく優しいんじゃないかな。いつもね微笑んで見ていてくれるとか、ニコニコしているとか、ふにゃっとしてるわけじゃないんだけど、微笑ましく見ていてくれるというかね、こういいなと思ってるこのことをね見ている、優しい眼差しとかを送ってくれるんじゃないかなっていうのが出てきているかなと思います。でこれもらっていきましょうか。エゴのカードとオータムの8が出てるので、やっぱりなんかね年上の方っていうのが入ってくるかな。でもね年齢が全てではないので、あとね立場が上とか経験が上とか、何か専門的なことに対して自分より知識が上だったりとか、なんかねそういうのも入ってくるんですけど、でも年齢置いといて、脈ありのサインとしてはまず、いいなと思った子の前ではその子のことを微笑ましいなと思ってニコニコして見ている、眺めているとか、必要があれば手を差し伸べて助けに入ってくれたりとか、そうですね、優しくね助けに入ってくれるっていうのがある、受け止めてくれるとかねあるので、よくね相談に乗ろうかって言ってくれたりとか、話しかけてくれる、大丈夫とかね、気遣ってくれるとか、そういうのもあるんじゃないかな。で指輪のカードが入ってるので、脈ありの子だけに何か送ったりとか、その特別なものじゃなくて日常のちょっとしたこと、例えばコーヒーを一杯おごってあげるとか、なんかねそういう感じかな。飲み会に誘ってくれたりとか、お食事に誘ってくれる。なんかね周りから見ていても〇〇さんにだけ何かねいつもお菓子あげてるよねとか、なんか手作りのお菓子あげてるよねとか、何か特別に感じることがあるんじゃないかな。みんなに対して手作りのお菓子渡していたとしても、脈ありの子だけにはそこにプラスメッセージカードつけてるとか、
何かね他に差をつけてると思いますね。ここ指輪があるから、指輪はね約束ってことも言われてるから、約束つけようとしていたりとかね、何かとなんかちっちゃいことでも、お仕事の伝達とかでもその脈ありの子を通して頼もうとしたりとかね、そういうこともあるのかなと思います。あとそうですね、脈ありのサインとしては、その脈がある子、いいなと思ってることのことをすごくよく知ろうとしてくれる、いろいろこう質問してくれるんじゃないかな。好きなもの何とか、どんなところにいつも遊びに行くのとか、休みの日何してるのとか、いろんなことを知ろうとしてくれるんじゃないかなっていうところがあるかな。流れを作るのが上手な気がします。こういいなと思ってることを仲良くなる、近づくやり方が自然というか、スマートで紳士的っていうのもあるし、男性だけじゃなくて女性だったとしてもこう自然の流れに持っていけるっていうのがねあるんじゃないかな。もう知りたいなっていう風に素直に言う方もいるだろうしね。もう少しあなたのことを教えてとかね。あと教えてっていうだけじゃなくて、実際にちゃんとね知ろうとしてくれたりとかっていうところもあるんじゃないかな。で、脈ありのサインとしてエゴのカードが入ってるのでね、エゴね、手放しとかね、そういうことも言われてるんですよね。心の整理だったりとか、何か斬新なことするのかなっていうのを感じますね。15番はデビルのカードではあるんですけど、どちらかというとこれなんか燃やしてますよね。なんか斬新なことするっていう感じがする、その子の前で。斬新なことってどういうことあるかなって今ちょっと考えていたんですけど、なんかねびっくりするようなこともたまにするんじゃないかなって。15番の悪魔ってそもそも、普通のライダー版の意味としては外れていくんですけど、このフェアリーのタロットさんとしてはエゴのカードが入ってるので、この方の脈ありのサインでしょ。なんかね、でもちゃんと意思表示もしてくれる。びっくりするようなこともたまにするんだけどね、この人そんな一面あったんだってところも見せてくれるんじゃないかなってところがある。はっきりしてるところもある。なんて言ったらいいんだろう、優しいだけじゃないよみたいな。だからといって推しが強いとかわがままとかそういうことじゃないんですよね。なんだろうな、なんか1枚もらいましょうか。少し気になるからね、うまく表現できないから少しね分かりやすく、じゃあオラクルでこのエゴってなんだろうなって。そうですね、ここに対してもう少し補足でもらっていこう。生命のエネルギーっていうのが言われてる。これとエゴか。まずこれはね、生きるエネルギーなので、生きる喜びだったりとか、自分自身の存在をアピールするんじゃないかな。私ってこんなに輝いて魅力的よみたいなね、一瞬自信満々、自信家なのこの人って思うかもしれないけど、でもそういうことじゃないんだよな。なんかもう純粋に自然の流れで、なんかみんながそういう風に思ってるし、あなた自身もそういう風に思うところがあるんじゃないかな、この方。自己アピールが上手ってことですね。一緒にいると明るくなれるとか、あとは元気がない時、いいなと思ってる子が元気がない時に明るさを持ってきてくれるとか、励ましてくれる、明るく励ましてね、元気出してやっていこうっていう風に言ってくれる。かといってこう元気キャラなわけじゃないんですよね。基本優しい、受け止めてくれるね、大人っぽい方っていうのが入ってくるから、優しくねニコニコしている人っていうのが入ってくるので、元気出してやっていこうっていう、こう中山きんに君的な人っていうよりは、もう少しこうソフトな感じがあるかなと思います。ただこの人なりにこう明るくね元気にさせてくれる力を持っていたりとかっていうところがあるんじゃないかな。だから脈ありの子の、落ち込んでるところを見逃さないとかね。で落ち込んでいたらなんか他の人とは違うやり方で元気づけてくれるとかっていう感じが出てきていますね。
で結果的にはね元気が出るからオーライなんですけど、であとお食事とかね、なんかこう特別視してくれたりとかする流れに持っていくのがスムーズとかね、会話もスムーズだと思います。はい、ではもう少しね掘り下げて見ていきましょう。この方連絡の頻度はどうなのかとか、実際どんな行動に出るのかとかっていうのももらっていきます。はい、ではまず行動に出るのはどんな風に出てくるね、どんな行動に出てくれるのかっていう具体的なサイン、もう少しね分かりやすく もらっていきましょう。割と積極的ですよね。こうやって見ていくと、いいなと思うことのことを知ろうとしてくれたりとか、実際約束してくれたりとか、お誘いってことですよね、してくれたりとか、何かと話しかけてくれたりとか、あとはその何かね一杯ご馳走するよみたいな感じで日常にプラスアルファ特別なことくれたりとかっていうのがあるんじゃないかな。実際に行動としては鍵のカードか、心に入っていくのが上手っていうのが出てきていますね。あと本音を聞き出してくれたりとか、脈ありのこのね心の中に入っていくのが上手、溶け込んでいくのが上手っていう感じですね。うまく仲良くなるのが上手なんじゃないかな、もともとこの人っていうのが。で特に気になる子には積極的に打ち解けていこうとするから、心の扉を開いていくのが上手なんですよね。で行動としてはこう踏み入った話をしてくるとか聞いてくるとか、実際にこの方から好意を向けられている方からしたら、私の心に入ってくるの上手だなっていう風に感じるんじゃないかと思います。ではあとはね、連絡、SNS 見てますかとか、LINE とかメールの返信どうですかとか、そういうね連絡に対しては自分からいろいろ積極的にしてくれますかってところでもらっていきます。割とね脈ありな方にははっきりとね行動に移していくタイプっぽいので、連絡もなんかねしてくれそうな感じしますよね。メール、LINE とかね、主にそういうところでしょうか。チャットとかね。積極的ではあるのでいいと思うんですよね。ペンタクルスのクイーンが出てるから、いいですね。そうだな、連絡に対しては見守ってくれるというか、受け身と言われたら受け身な気もする。でもすごく消極的でもないんですよね。すごく一つ一つ大切にしてくれるっていう感じがする。なんかたくさんねレスくれるとか返信が早いとかじゃないかもしれないけど、一つ一つを丁寧に大切にしてくれるとか、育んでくれるっていうのがあるから、会話を、そこからね、転換してくれるというか、変換して今この会話していてそこで終わりじゃなくて、そこからつなぎがうまいからね、この人ねつなげるのがうまいから、自然な流れで違う話に切り替えていったりとか、あとはこの自分のね約束したいこととかデートにお誘いとかね、自然に流れを持っていくのが上手なんじゃないかなって。あとはその脈ありの子からね連絡来るとちゃんとね受け止めますよって、嫌じゃないよってことが言われてるから、どんどん連絡してきても大丈夫っていう風に言われてますね。連絡しすぎて嫌になるとか、連絡しなさすぎて不安になるとか、あんまりそういうところはこだわっていないから、その相手なりの脈ありの子なりのペースに合わせますよっていう感じがします。うまくね臨機応変にやってくれるんじゃないかなっていうところがある。自分がっていう風になりすぎずね、連絡早くっていう風に催促するわけでもなくっていうところがあるから、なんかねつなげるのがうまいっていう人ですね。ではもう少しねもらっていきましょう。脈ありの人の前ではどんな表情になるのかもらっていきますね。どんな表情をしてくれるのか。もうなんかねニコニコしてくれるとかね微笑んでくれるっていうのは出てるんですけど、プラスアルファでもらっていきましょう。どんな表情とか、なんかもう少しね分かりやすく、脈ありかもって思うサイン。
まず1枚出てくるのがワンドのエース出てくるので、すごくわかりやすいですね。ただね、わかりやすいんだけど言語化するためにわかりやすくください。ソードの8。なるほど。そしてカップのエースとエースに挟まれたソードの8、すごくねエネルギーが強いんですよ。エースのカードがすごく強くて、でこの表情としてね、表情をねもう伝えてるよっていう風に言われてるから、今出てきたのが全てだよっていう風に言われてるのね。だからここであえてね表情として出してくれてなくて、だから今まで言ったことねが全て、これが脈ありの、サインであって、それが全てもうね顔に出てるんだって言われてますね。止められない気持ち、溢れてる気持ちとかね、ワクワクとかドキドキとか、優しさとかね、包みたいとか、そういう気持ちですごく溢れてるんですって。でも表情としてねカードが出してくれていないから、もうすでにここで出てきた表情が全てなのか、あとはもっと具体的に言ってっていうと、見せられないって言ってるんですよね、表情を。なんで表情を見せられないのかな。気持ちがすごくこんなに溢れるほどあるのに、強力な気持ちがあるのに、わかりやすくね表情で教えてくれっていうと、目隠しのカードが出てくるのね。で自分自身で自分を縛り付けてるんですよ。制限してるのこの人で、それが表情としてっていうところで出てくるってことは、すごくね我慢してるところがあるのかな。抑えてる、自分を顔に出ないように抑えてる気持ちがすごくめちゃくちゃあるのね。ドーンとね強いのに挟まれてて、気持ちが今にも溢れそうなのに、湧き上がってくるものがめちゃくちゃでっかいのがあるのに、ここ見えるところって言ったら目隠しのカードだから、すごくねなんか制限してる。なんでだろう。理由もらってもいいですか。深掘りここで、なんでこの人素直に顔に出してくれない理由ってどこにあるんだろう。なんかね恥ずかしいとかね、いろいろあるじゃないですか。気持ちがねすごく強いのこの人。脈ありのこのに対する気持ちがなんで見せてくれないのかな。クロスのカードが入っている。そうなんだ。なぜ？蛇のカード。そうなんだ。この方独占心が強いんですって、本当は。でそれを制御してるって言ってるんですね。でニコニコしていたりとか、割とね連絡もその脈ありの子にうまくねつないでくれて、臨機応変にやってくれるとか、丁寧にやってくれるのかなって思ったんだけど、実は心の中ってすごくね独占欲が強いってはっきりと言ってますね。自分だけを見ててくれないと嫌だっていうところになっちゃうんですって。脈ありの関係性だったらそれを出してこないように制限してるんだけど、これが外れちゃったらめちゃくちゃ独占するよとか嫉妬したりとかするよっていうことが言われてるから、それで困らせたくないとかっていうのを考えてるんだって。今までそういうことで苦い思いしたことあるのかな。自分の嫉妬深さとかっていうことでね、何か裏面出たこととか経験されたことがあるのかな。なんかそういうこと繰り返したくないとか、自分の癖だって分かってるんですって。執着してしまうところとか、依存してしまったりとかね、例えば SNS 見ちゃうとかね、その SNS 見ちゃうっていうのは脈ありの子の SNS だけじゃなくて、その子の知り合いの SNS まで見ちゃうとかね、どういう関係性なんだろうとか、そういうところまで突き止めていく、なんかこう狙った獲物を逃がさないみたいなところを一生懸命ね、そういう自分の気持ちを抑えてるんだって
言ってるんですって。すごく悩んでるんだって。どうにかしたいけどどうにもならないって、こういう気持ち、嫉妬してしまったりとか、独占する、自分のものにしたいっていう気持ちですよね。でもその独占したいとか嫉妬しちゃうっていうのは、例えば自分の期待通りにならないからそういう気持ちが芽生えてしまったりとか、自分が望んでいる通りにお返ししてほしい、ね、相手からのね行動とか気持ち、言葉とか何か表してほしいのに、それが叶わなかった時ほど、そういう嫉妬とか独占っていう気持ちが強くなるっていうね、原因とか理由が分かっているんだけど、止められないんだよなーってっていうところが、本当の心の底でこういうこと考えてるよってことが出てきています。本当はね、いつも寛大でいたいんですって。だけどどうしてもね、そこの、抜けられないというか、ね、気にしちゃうって、悪いところだって自分の中で思っているんだけど、だからすごくね、関係が浅い状況では独占欲とか執着心とかそういうのを見せないようにしてるって、自分で自分を縛ってるんですね。制限かけてるんですって。相手にね執着しないように。だけど気持ちがすごく強いの、この人。だから表情を見せてくれないんだ。役割の人に対しての見せてくれる表情としては、もしかしたらね、あまり伝わりづらいとか、この人自身抑えてるところがあるから、ニコニコされてるだけでね、何もそれ以上ないのかなって相手に思われてしまうかもしれないけど、心の中すごくギラギラこの人とたぎってますよ。はい、ではここまで脈ありのサインをもらってきたので、次にこの方が今あなたに対してどう思っているのかっていうのをズバリもらっていきましょう。はい、ではもらっていきます。フェアリータロットさんからもらっていきます。今あなたに対してどう思ってるのか。もしかしたらね、お友達として思っていますとかっていう場合もありますし、いやあなたのこと全然知りませんっていう場合ももしかしたらね、可能性としてはねありますよね。あとはね、好きですっていう場合もあるかもしれないし、実際今のあなたに対してどう思ってるのか。もらっていきましょう。何枚かねもらっていきます。オータムの6、そしてで、あとはこれもオータムか。オータムの9。でもオータムの9いいですね。で、もう1枚が運命の輪が入ってますね。あなたに対する今のお気持ちで見ていくと、あなたがすごく最近頑張っていたってことをこの方が、教えてくれてるんですね。で、あなたの頑張りを今までずっとね応援していたんだよとか、見てきたよとかっていうのが出ていて、そのあなたが今まで頑張ってきたこと、お仕事なり目標とかね、何か取り組みに対してとか、すごく頑張っていたことに対して一つ結果が出たというかね、あなたの中で達成したことがあるとか、何かね実りにつながったことがある。で、それに対してすごくね、お疲れ様、頑張ったねって、だからご褒美、何かこう褒美をあげたい、あなたを喜ばせるようなことをしてあげたいなっていうのをまずね言ってますね。すごく今まで頑張ってきたんだって。そうですね。いろんなことをあなたが考えてバランス取りながらやってきたことに対して、それを見ていてよくやったねっていう風に褒めてくれてますね。で、じゃあね、褒めてここから先なんかつなぎがうまいなっていう感じなんですけど、頑張った、なんかご褒美あげるからどっか行こうとか、なんかお誘いするとか、何かくれるとかね、ご馳走してくれるとか、何かの形にして、じゃあさ次に行こうかって自然とね、次の世界へ扉が開かれてるよっていう風に、言われてるので、うまいですね、この方。つなげるのがうまいなっていう風に感じるんですけど、自然とね、そう、頑張ったね、よかったねで終わるんじゃなくて、プラスアルファあなたに何かをあげるねって、何かごちそうかな、何か一杯、軽く一杯みたいな感じで、そこから流れるように、
じゃあ次に行こうかみたいな感じの、この次ってじゃあなんだろうっていうのが気になるんですよね。ここで1枚もらっていきましょう。次ってじゃあなんだろうっていうのを、そうだな、オラクルでもらっていきましょうか。この人があなたに対して言っている次の扉を開けようねっていうのは何だろう。でもあなたの今まで頑張ってきたことを見てたよって、頑張ったねって、成果出したね、偉かったね、あれもこれもあげるよっていう風に言ってくれてて、じゃあその次みたいなことを言っていて、でその次ってじゃあ何っていう風に聞くと、なんかね、信じ合える関係っていうことかな。妖精さんのカードが出てくるんですよね。妖精さんっていうのは人によっては見える形、姿形も違うしね、妖精っていう風に言われてもピンとこないっていう方もね、すごくいっぱいいらっしゃると思いますし、よくわかんないじゃないですかね。この方がじゃあ次の扉を開けよう、何その次の世界、妖精だよって言われてもってなりますよね。なので言語化するんだったら、見えないものをあなたは触れたことありますかとか、見たことありますかみたいな感じなんですよね。でその妖精さんって実際に存在しているとか、触れられることができるとかっていうわけじゃ、ないのかな。なので、難しいな。妖精な、そうだよな、妖精っていうカードが出てくるから、私の中ですごく表現が難しいんですけど、妖精って私はね見たことあるし、なので表現がしづらいんですけど、妖精抜こう妖精抜いて、見たことない、触れたことない、見ることができない、触れることができないことを信じよう、信じてっていうことをね伝えたいんですって。じゃあ触れられないもの、見えないものって何って言ったら、例えば未来だったりとか、自分たちの気持ち、相手の気持ちだったりとか、愛情とかね、考えていることとかね、そういうのって絵に描かないとわからないじゃないですか。言語化しないとわからないし、確定したこともあまりね、はっきりとねちゃんと触れることもできないから、なんかね、そういう触れられないものとか見えないことに対して信じてやっていこうねっていうことがここで出てきてるんですよね。で運命の輪と一緒に出てきているから、何かねタイミングとか、今そういう扉が開かれていくよって、次のステージへ上がっていくっていうカードと、それはね物質的には見えないものなんだって、こっちはどっちかっていうと目に見えるものだったんですね。あなたが今まで頑張ってきた成果っていうのがちゃんと形になって現れていたことで、今度は目に見えないところをお相手が求めているあなたに対して、ね、その目に見えないことがちょっとぼやっとしてるんですよね。まだお相手の、気持ちがちゃんと見えていないというか、ただね信じてほしいっていうことを言ってるんですよね。自分を信じてほしいのか、何を信じてほしいのか、いまいちなんか抽象的でぼやけてますよね。本当に言いたいことを言ってくれないのかな。でも3のカードが入ってきてる。3か。なんかあなたとのこの輝かしい生活とか、今より進展させていきたいってことは間違いなく言われてますね。2人の関係性を進めていきたいんだ。で控えめに言っても仲良くなりたいな、お友達になりたいなとか、プライベートの仲になりたいなとか、控えめに言っても積極的に言えば付き合いたいなとか、あなたのことを好きだなっていう風に感じてるのかな。何かね、その自分の気持ちに対して信じてほしいとか、自分が今まであなたのことを照らしてあげたことがあるでしょみたいなことを言ってるのかな。光のカードが入ってきてるので、何かあなたが
今までのこのリーディングを見ていて、心当たりがもしあるんだったらそれ信じてほしいなっていう風に言われてるんですね。でもし今までのリーディングでいや全然かすりもしない、全然全く身に覚えがないっていう方だったら、お相手はあなたに何を言いたいんだろう。太陽を出してくれてるので、脈があるんじゃないかなって思ってるんですよね。で全くここから切り替わっているので、切り替わっているというかね、つながってはいるんだけど、ちょっと意味合いが変わってくるので、どちらかというとここまではね、あなたの頑張りをずっと見て応援して支えてきて、よしここまで来た、頑張ったねって、何か2人でなんか美味しいもの食べに行こうとか、何かそういうところに来ていて、でつながるように、じゃあデートの次に行こうみたいな、次の世界へ行こうみたいな進展を望んでるよって。ただそれは今は言葉にして言えないことだったりとか、測れないものだったりとか、目に見えないことなんだよねって。だからそれを伝えるのがなかなか難しいんだよって。お相手のその言いたいこと、気持ちとかっていうのがすごくね、はっきりはしてるんですけど、まだそれをね、言葉にして言えないとか伝えられないってところがあるんじゃないかと思います。ただ今は言葉にできないとか具現化できないけど、気持ちがあるってことを信じてほしいってことを言ってるのかなっていうところがありますね。はい。何かね、掘り下げないと、この方ってなんか何を本当は伝えたいのかとか、表面上すごく穏やかで優しくてっていうのはあるんだけど、奥底に掘り下げていくと本音が本当はね、隠れているところがあるんじゃないかと思うんですよ。多分これはね、このオラクルじゃなくてルノルマンで出てくると思います。ちょっとね、本音1枚出しましょうか。まだ言葉にできないってことを言ってる。本音は熊のカード、熊さんのカードが出てるから、まだ言葉にはできないけど、まだね、脈があるんだけど、まだちゃんとね、本音を出してくれていないところがあるかな。この方の中ではっきりとした言葉にするまでもうちょっと待ってっていう感じがする。まだ先がね、はっきりとこのカードからも出てこないんですよ。例えばね、あなたに好きだって言いに行くよとか、あなたのことをはっきりとね、好きとかね、そういう、まだね、言葉としてまだその好きっていう言葉をね、まだ言えないってところがある。でだけどずっとね、あなたを守っていきたいとか、ずっとあなたのことを応援してきたんだよとか、見てきたんだよっていう気持ちはずっと変わらないんだっていうのがある。で頼りにされたいなっていう気持ちもあるからね、あなたを守っていきたいっていう気持ちもある。でもこれが果たして恋愛感情なのかどうかっていうところが今は言葉として表せないっていう感じが出てるかな。でもね、太陽が出てるので、あなたとの未来にね、この先どうなのっていうと太陽に行き着くので、輝かしいことっていうのをお相手の中でイメージされてるんですね。心の中ではすごくね、そういうことを考えてらっしゃる。でもその輝かしいことイコール恋愛感情なのかってところにまだね、自分自身はっきりと言葉にできないんだっていうところをあなたに対してね、今感じてらっしゃるっていうところが出ていますね。でも前向き、すごくね、明るいカード、最高っていう風に言われてる太陽が出ているので、この先ちゃんと言葉にして表してくれる時があるんじゃないかな。何らかの形で自分の気持ちを、どんな気持ちになるかはまだね、わからないんですけど、でも太陽が出てるからね、達成したいとか成功したいとかそういうことを言ってるから、それらを言葉にしてちゃんと伝えるのにまだ時間かかるから、だから見えないものだし、未来のことだったりとかね、触れないものだから不安になることもあるかもしれないけど、だから信じてねってカードを出してくれてるのか。そうなんですって。まだね、ちゃんと言葉とか態度とか、すごく何かすごくね、分かるようなことで、具現化はできないから、だけど信じてほしいっていうのを言われてます。では最後ね、あなたに向けてのアドバイスもらっていきましょう。これ何かね、このお相手が結構このルノルマンカードで本音出してくれてきてくれているので、あとね、こっちのカードからも1枚アドバイスもらっていきましょう。
今好きなお相手の脈ありサインをテーマに見ているんですが、あなたに向けたメッセージをもらっていって、でプラス今このあなたがこのお相手とうまくやっていくためのアドバイスをもらっていきましょう。はい、これをもらっていくのと、あともう1枚ね、お相手がこのカードで結構本音を出してくれているので、ここからもあなたに対する好転アドバイスをもらっていきます。はい、これでもらっていきましょう。まずタロットからめくっていきます。タロットが節制のカードとワンドの7が出ていますね。なんかね、負けないでっていう感じ。あとコミュニケーションのカードか。コミュニケーション。これからね、発展していけるんじゃないかな。さらに仲良くなっていけるとかっていうのが出てきてるから、諦めないでっていうカードとですね。コミュニケーションだから、お相手ともっともっとね、仲良くなっていけるから、自分からコミュニケーション取っていきましょうって。話しかけるでもいいし、何かデートするでもいいし、もうおしゃべりでもいいし、メール、LINE とかでもいいから、お相手と一緒に楽しくね、おしゃべりしましょうっていうのがあるのと、諦めないってことだね。見えない先とか先行きのこと、気持ちだったりとかっていうことに対して徐々に分かってくることがあるから、であなたはね、例えばお相手が他に気になる子が何人もいるとかじゃないから、あまりそのお相手の見えないところに対して焦りを覚えたりとか、気持ちを聞き出そうと焦ってしまう必要はないからねっていうのが言われてますね。少し待つってこともね、必要になってくるかもしれない。この方、見た目より奥底っていうのがちょっと違っているところがあったりするんですね。なかなか本音を見せてくれない、穏やかそうに見えてるんだけど、本心をなかなかいろんな人にね、誰かで構わず言えるような人じゃないし、好きな人にですら自分の気持ちをはっきりと言えないところがあるかもしれないって。でそれをはっきり言うまでに時間がかかったりとか、考えて言葉にしたりとかで、なんでかっていうと、すごく気持ちが強いんだけど、一回好きになってしまったら、そこに自分がすごく執着してしまうところが出てきちゃうから、だからすごく慎重になってるのかなっていうところがあるかな。でまずあなたがこのお相手と仲を深めていくために、もっとねコミュニケーション取っていこうねっていう風に言われてるのと、諦めないでっていうことだね。くじけないでっていうのと、続けていこうっていうことですね。仲良くなるためので、あと2人の関係を長く続けていくための方法を見つけていこうっていう感じですね。あと気持ち穏やかにしていてねっていうのがあるので、イライラしたりとか不安になってモヤモヤしたりとか、そういう気持ちになる時もね、やっぱりあると思います。でなんか自分に脈があるのかないのかすらわからないっていう方もね、いると思うんですね。ただその中でもね、あなたが落ち着いている状況で、あと自分の中でバランス取っていかなきゃなっていうところがあるんですよね。自分の心のバランスですね。お相手とのバランスじゃなくて、これ多分あなたの心のバランス、持ちようってところがあるから、いかに自分の不安とかイライラとかと向き合って消化していけるのかってところがアドバイスとして入ってるかな。お相手のこの魅力に感じるね、恋愛対象の方の特徴として、なんか動じない姿だったりとか、一本筋の通った意志の強さだったりとか、そういうところ、揺るがないところっていうのが入ってくるから。あとね、冬を待つってことでしょ。冬の女王のカードね。寒さの中でも耐え忍んでいく凛とした美しさの女王の姿なので、ちょっとね立ち姿が似てるので、まっすぐ立っていることだったりとか、両手を広げて、そこで自分の気持ちを循環させていく水が流れていたりとかっていうね、
迷いとかいろいろお相手に対して感じることとかもあると思うんですね。でそれ以外でもあなた自身の今お仕事とか生活とかでもバランス崩す時もあります。毎日生きていたらね、バランス崩すこともあるから、まずこの自分の気持ちが常に穏やかにいられるように自己ケアをしていくことだったりとかね、っていうのもねアドバイスとして入っていますね。コミュニケーションも入っています。こちらも参考にしてください。今回はお相手の脈ありサインについて見ていっています。2番をお選びいただいた方はこのような結果となりました。何か一つでも心に残る言葉があればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマはお相手の脈ありサインについて見ていきます。はい、ということでまずはこのお相手が恋愛対象の方に対してグッとくるところをもらっていきます。今回カードはすべて正位置でもらっていきます。はい、ではもらっていきましょう。恋愛対象の方に対していいなって思うところはどこなのか。なんかね出てきたんですが、もう1枚もらっていきましょう。魔法のカードと隠された真実とかね、そういうことが言われてるカードが出てくるので、恋愛対象の方で、今まで見えてこなかった顔、表情とか内面とかが見えた時、隠されていたものが見える時、そうだな、あとは魔法を信じるっていうカードなんですよね。でそれをちゃんと見る、まっすぐ見るっていうのがある。で魔法っていうとね少し、ファンタジックな感じがしてパッとね出てこないのでイメージしづらいので、魔法っていわゆるあれですよね、その目に見えないものだったりとか、時にはねアニメーションとかで目に見えたりする時もあるんですけど、そういう不思議な力を使って何か物事を作り上げたりとか成し遂げたりとかっていう力ですよね。パワーとかね。でそういうのを見えた時っていうのがあるから、この3番のお相手の中では恋愛対象の方から感じるエネルギーとか魅力とか、そういうのを嗅ぎ取る力があるというかね、この人なりの独特の基準っていうのがあるんじゃないかな。エネルギーを感じやすい方だったりとか、何かね波動が合う時とか波長が合う時とかっていう時に、そういうのを気づいた時、あとは気づいたらあとはそこから目が離せないよっていう感じもするから、一回この人の、視界を奪ってしまえばっていうところがあるかな。しまえばこの方グッとくるんじゃないかなっていうところがある。はい、この2枚をもらっていったので、どんどんとね展開していきましょう。なんかね隠れた一面を見た時だよとか、なんか自分の中でねビビッときた時だよっていう風に言われてるので、もっとね具体的にもらっていきましょう。じゃあ実際、脈ありのサインって何っていうところをねもらっていこうと思います。ではもらっていきましょう。脈ありのサイン、なんか直感型っていう感じもするんですよね。自分がいいと思ったらグッとくるよみたいなことは言ってるんですが、あとねもう一つ分かりやすいところとしては、肩の露出っていうのがあるので、肩を出せばいいってもんじゃないんですけど、チラ見せみたいな感じで、でもそこにねエロ要素みたいなのはないので、その肩を見せるって服を脱ぐんじゃなくて、あと肩の出てる服を着るとかじゃなくて、肩のラインだったりとか、あと髪の毛で普段ね隠れている、髪が長い方とかで普段肩が隠れていたりとかする。で髪の毛を結んだ時に
肩のラインが見えてそこにグッときたりとかっていう分かりやすいのもあるかなと思います。分かりやすくね、体のラインとかで言えばそういう肩のラインとかっていうのが入ってくる。で、脈ありサインでソードのキングが入ってるのと気合が入ってますねもう一枚もらっていけってことかな。じゃあもう一枚お言葉に甘えてカップのナイトお言葉に甘えすぎちゃったかなね。そしてフェアリータロットさんからももらっていこうかな。なんかね、デレがね隠しきれないよっていう風に言われてますね。脈ありのサインとしてはすごくね分かりやすいですよね。分かりやすいなと思う。1枚出てきてる。でもう1枚取りますね。そしてルノルマンからももう1枚もらっていきます。分かりやすいんですが、伝えたいことたくさんあるのかなっていう感じがしますね。何を伝えてほしいのかな。脈ありのサインいっぱいあるぜよって言ってます。船のカード、積極的ですね。かなりね、この方ね。積極的。あとはスプリングの点、ジャスティスか。この人すごく責任感が強いっていうのもあるし、あとね、自分の軸っていうのをしっかり持ってる。自分の個性、己っていうのを何なのかっていうのをね貫き通すものっていう、それが信念の強さとか意志の強さとか決定力とかね、決断力ってところに現れるのかもしれないしね、行動力とかね、そういうところに現れるのかもしれないけど、一本自分の中にね筋があるんですって。ドンとしたどっしりとしたズバッとしたものがあって、これはもう絶対自分の中では譲れないんだぞっていう自分の中の正義っていうのがあるの。なのでこれがね脈ありのサインで出てきてるので、かなりねこう自己アピールされてるんですよね。責任感が強いのかな。しっかりしなきゃとか、なんかいいなと思ってる子の前でかっこいい自分でいたいとか、完璧な自分でいたいとかね、王様のカードが出てきているので、私こういうものでござるみたいなことをねアピールしたい人と、なんかごめんちょっとつぼっちゃった私はねこういう人なんだよとか、私のやり方とはとかね、そういうのをちゃんと示してくれるんだけど、個性的かな。周りの人から見たら個性的だなっていう風に感じるんじゃないかな。そこがね魅力でもあるんですよね、この人の。ですごくまっすぐな人だから、まずね嘘がつかない、嘘つけないで、正直者で、こうやってね王様の格好していてすごくね偉い感じに見えるかもしれないけど、でもね実際すごく素直でで純粋でまっすぐと前を向いてる正直者だから、純粋がゆえに全然なんかね選ぶったりとかはしてないんですよ。なんかねあの人に見える、永瀬智也くんに見えますね。私だけなんか永瀬くんに見える。永瀬くんカードだ。永瀬くんカードにしようっていうことで、なんかねこう男気のある、男性だったらね、女性の方でもこう一本芯が通っていてしっかりとしている凛とした美しい方っていうのがまずねあって、これをまずアピールしてるんですって。アピールしてるつもりがあるかないかはちょっと天然でわからないかもしれないけど、永瀬くんだってワイルドさ、ヒゲとか生やしていてワイルドさっていうのを、じゃあ自分でねそれが周りの人のためにそうしてるのかって言ったら多分そうじゃないと思うんですよね。多分自分で好きだからそうしてるんだと思うし、好きなようにねやられていると思う。自由に表現されていらっしゃる。でそれがかっこいいっていう風に周りの方から思われているのと同じような感じで、この方もあとね脈ありの子の前でかっこつけたいからこう偉そうにしてるとか王様の気分でいるとかじゃなくて、こう自分の中にしっかりした芯がちゃんとあってね、こう自分はこうなんだっていう、あとこの例えば恋愛に対してもねこうなんだっていう気持ちがあって、でって頑張ってこう立ってるように見えるかもしれないけど、別に本人は気合い入れてるつもりじゃなくて、これが意外と天然な感じがするんですよね。
するな。でもしかしたらね、周りの人ちょっときょとんとしてるところもあるから、天然さんとかね、張り切りすぎて頑張ってて可愛いなって思われてたりとかするのかな。でね、さっきね、もう1枚引いてもいいよみたいな感じで1枚引いたらカップのナイトさんが出てきたんでね、甘えさせてくれましたね。めちゃくちゃ甘いカードが出てきたので、実は内面すごくね、ロマンチストなんですよね。ロマンチックな永瀬くんっていう感じで出てくるんですけど、すごくね、甘えるのも上手だし、甘えさせてくれるのも上手だし、割とね、ストレートに脈ありよって、いいなって思ってるんだっていう風にさらっとね、言うんじゃないかなと思います。で、船のカードも出てるので積極的なんですよね。アタックしていくんですよ、積極的に。で、己の道に向かって突き進んでいくっていうのが出てるので、で、己の道ってじゃあ何なのって言ったら、この人の中のなんか直感というか、なんかね、自分の道っていうのがちゃんとあって、で、それ以外のところで脈ありのことで言えば、自分がいいなと思う人の方に積極的に向かっていくってところがある。そしてロマンチックなことを考えて囁いてくれるっていうのがある。で、もう一つね、スプリングの点が出てきてるんですけど、これね、この人脈ありいいなって思っている人の前では、頑張りすぎちゃうところもあって、だからその頑張りすぎじゃないっていう風に言われると、なし崩しにね、心開いてくれるっていうか、いや別にね、頑固じゃないんですよ。絶対心の中見せないよっていうわけじゃないんだけど、いつも頑張ってるねとか、疲れてないとか、実は疲れてるんじゃないのとか、体調大丈夫とか、本当に自分がしんどい時にそうやってドキッとさせられるようなことを言われると、そうなんだよね、実は疲れてるんだって普段は弱音とか言わないんだけど、この脈ありな子に大丈夫って言われると、そこからね、デレっていう風になっちゃうんだって、甘えちゃうんだって。自分の皮がむけて、その中の美味しいみずみずしいね、果実が出てきちゃうんだっていうのが言われてるの。そうなんだよ、疲れてるんだよ、もう癒し求めててさみたいなことをね、弱音とか疲れてるんだよねって言葉をね、言ってくれるっていうのが出てくる。で、普段ね、この方すごく頑張りすぎ屋さんなのかなっていうのがあって、で、この脈ありなし関係なく、自分自身すごくね、いつもなんか一生懸命頑張られてらっしゃるのかなっていうのがあるかな。責任感のあるお仕事されているとか、性格的にそうなのか、曲がったことが大嫌いとかねっていうのもあるかもしれないし、でも疲れをね、抱え込みやすいっていうか、抱えすぎちゃう人一倍うまく消化できないんですよね。不器用さんなんですよ。その自分の疲れを癒すことに対してはね、自己ケアが器用にできない方なんですよね。で、進むって言ったらわーって進む力はあるんだけど、で、いろんな人のね、助けになりたいとか、力になってとか、いろんなこと引き受けて自分で乗り越えてやっていく力はあるんだけど、じゃあ疲れたあなたの体誰が癒すんですかってところまでね、自分で頭が回っていかないってところがあるからこそ、そういうところに気を配ってくれると、しかもそれがいいなと思っている人に言われると、なんかね、甘い部分が出てくるんだって。甘えちゃう自分が出てくる。普段だったら甘い顔とかしないんだけど、脈ありの子に言われると、このカップのナイトさんがね、顔を出してくるんだって。ついついね、甘い言葉が口から出てきたりとかするっていうのがあるから、いろんな角度でね、分かりやすい方なんじゃないかなっていうのがありますね。はい、では深掘りしていきましょう。ではね、このね、永瀬くんなんですが、ね、勝手に名前つけちゃって。で、この方ね、そうだな、待って、そうしよう。行動に起こすときにどんな風に行動に起こしてくれるのか、脈ありだよっていうことをね、サインを送るときにどんな風にサインを出してくれるのかっていうのを出していきましょう。飛び出してきたのをもらっていこう。7番ヘビのカード。いや、かなりね、まとわりついてくるなっていうのがありますね。だからその行動には移してくれるんですよ。だからいつも一緒にいるとかね、くっついてくるっていう感じですよね。何かと同じことやろうとしたりとか、
そばにいて守ってくれるっていうのもあるかもしれないけど、何かとねいつも一緒にいるっていう感じかな。で、月のカードが入ってるからやっぱりロマンチックなんですよね。なんかねポロッとね恥ずかしいこととか言いそう、この人。なんかね、君と僕が出会ったのは運命だったと思うんだっていうのを真剣な顔で真顔で言われたりとかしそう、言ってきたりしそう。なんかドキドキするんだけどちょっと恥ずかしくなるようなこととか普通に言ってきそうで、その後に顔をあからめたりとかしそう。なんかそういうのがあるかな。だってロマンチックなカードが見え隠れしていながらも、なんかねここは筋を通していかなきゃみたいな感じのカードも出してくるから、割となんかこうしっかりした顔で、甘いことささやくというかね、意図的じゃないんだけどね、なんかこう言ってきそうな感じがしますね。じゃあ連絡のことに対して見ていきましょう。メールとか SNS ね、なんか返信くれたりとか反応してくれたりっていう、このあたりはどうですかっていうことで、連絡の頻度とかね、自分からしてくれるのかとか受け身なのかとか、そもそも連絡自体あんまり好きじゃないんだよねとか、何かこの方のお気持ち、連絡ねに対することに対してもらっていきましょう。なんかね、いつも一緒に連絡取り合っていたいんだよねっていうのかなって、どうなのかなっていうところをねもらっていきましょう。はい、運命の輪が出てるから、意外となんかねその時々によってっていう感じかな。まあ臨機応変にね対応してくれるところはあるんですよ。でもまあ自分のタイミングが合えばねっていうところもあるから、まあそのお互いのね都合が合えば延々とずっとね長くねラリーしてられるし、あとはどっちかが忙しかったらもう忙しいっていうのを伝えれば、もうそこでね、まあじゃあここまでねみたいな感じで割とあっさりと終わる時もあるし、でもねそうだな、脈ありの方に対してはできるだけその方の要望に沿おうとしてくれるんじゃないかなっていうところがあるかな。脈ありの方との連絡のやり取りのことで見てるから、なるべくその方の期待に添えようとしてくれるところはあると思う。だけどお互いのね条件が揃えばね、連絡頻度が多かったりするねっていうところはあるかな。割とこのあたりは冷静に考えているところがあるかな。突き進むところはないと思います。ではあとね、脈ありの方に見せる表情、どんな表情をするんですかってところをもらっていきましょう。何かね外見的要素で分かりやすく何かもらえたらいいなと思います。何か表情としてわかるのかな。スターのカードが出ている。この方ねすごくわかりやすいんですよ。で表情としては、わかりやすいんじゃないかな。明らかにね目が輝いているとか、この脈ありのこと話している時にすごくキラキラしているとか、もうなんか漫画とかもあるじゃないですか。好きなこと話している時のパーっていうこの背景だったりとかお花咲いたりとかするじゃないですか。ああいう感じでこの方脈のある方、脈ありの方とお話しする時とかって後ろ多分ね花咲いてると思いますよ。花咲いたりとか星のきらめきが出てたりとか、キラキラしてる、目に輝きが出てるとか、疲れてる時とかでも脈ありの子に話しかけられるとビッと立ち上がってキラキラした感じでね、目で話してくれる。目でわかるんじゃないかな。目とかこの方から発せられるエネルギーとかありますよね。雰囲気なんか疲れてるんだろうなっていう風に感じる時もあるし、嬉しそうだなとか悲しそうだなとかあるじゃないですか。それがすごくね嬉しそうとかキラキラしてるっていう感じでわかりやすいと思います。はい、ではここまでこの方の脈ありのサインを見てきましたので、この後ですね、今のあなたに対してどう思っているのかもらっていきましょう。はい、ではもらっていきます。
いろんな距離感があって、様々な方がこの動画をご覧いただいているとは思いますが、なのでね、全部が当てはまるわけではないかもしれませんが、どこかね、ピンとくるところがあればお受け取りいただけたらなと思います。はい、今のあなたに対してどう思っているのか、お相手からのメッセージもらいましょう。はい、まず、エゴのカードが入っている。何か燃やしている。エンプレスが入ってる。強いな。なんかね、大アルカナ結構続くんですよね。で、エゴ、エンプレス、カップのエースが入ってるので、好きなんじゃないかな、あなたのこと。好きとまではいかないかもしれない。なんて言ったらいいんだろう。今、好きなんじゃないかなって今言ったら、ちょっと待ってっていう風に言われたので、好きかどうかってはっきりした言葉は自分の口から言いたいんですって。だから、はっきりとね、好きなんじゃないかなって言わないでっていう風に言われたから、好意を持っていると思います。あなたに対して、友好的に思っているとか、いいなっていう風に思っているとか、で、決めるときは自分で決めるから、今はね、あまりそこはね、深く掘り下げないでほしいっていう風に、出てるので、ちょっと待ってくださいね。ただ、今一番最初に言った好きなんじゃないかなってことは忘れてください。はい。ということで、すごくね、魅力的に感じていますし、一緒にいるとドキドキするとか、ワクワクするとか、なんか自分の中のね、気持ちがすごくね、すがすがしくなるというのかな、新鮮な気持ちになれるとかね、あと素直になれるとか、そういうのも出てきているんですよ。で、あなたに対する、メッセージ、あなたに対する思いとしてすごく今ね、明るいっていうか、すごくね、いいカードが入ってきているので、悪くないんですよね、すごく。で、エゴのカードが入っているから、何かお相手の中で切り替えが今行われているんですよね。お相手の中では不要になったものを今燃やしているんですよ。で、クリアにしているような状態なので、だからまだそれをね、伝えてほしくないっていうところがあるのと、でね、自分の口ではっきり言いたいから、あまり他の人の口からね、自分の気持ちを好きとかね、好きじゃないとか、あまりそういうことをはっきりとね、口に出して他の人の口からね、伝えてほしくないっていうのがあるから、かなりこの人はっきりと伝えてくるんじゃないかな。好きなら好きですっていう感じで。で、今とてもあなたのことを魅力的に思ってるんだけど、でね、これから、始めていきたい気持ちとかね、進めていきたいこともあるんだけど、ここを少しだけ、自分のなんかを貫きたいものがあるとか、あと自分の中で今断捨離されてるのかな、何をってところがあるから、そこ少しだけもらっていきましょう。何をってところですよね。エゴとは言ってますけど、何を主張したいのか、あとはね、燃やしてるものもあるので、そこについての深掘り、一枚で深掘りできなさそうな感じもしてきますね。ペンタクルのページ、カップのページか。ページで揃って出てきてるので、自分がね、まだね、経験不足だったりとか、実力がまだ発揮されていないとか、まだまだね、成長していかなきゃってところがあるっていう風に言われていて、で、その幼い自分ってね、どこにあるんだろうって言ったら、絡んでしまうところなんですって。あなたに対して、あなたか、そうですよね。あなたに対してのメッセージですもんね。なので、まだまだ自分が成長していかないと、あなたの隣に並んでいけないんじゃないかってことを感じてることと、で、
あなたがとても魅力的すぎて、自分もねもっと魅力的な人になろうと思って努力してると思います。陰ながらいろいろと勉強したりとか、何か映像か何かでこうなんかねこうファッションとはとかね、なんか外見だったり内面だったりとか、そういうところでも今磨きをかけているし、それだけじゃなくて経済的なところとかね、もうちょっと収入安定させたいなとか、お仕事しっかりねしていかなきゃなとか、真剣に考えているところもあるって。仕事だけじゃなくてね、いろんなところでもっとなんかこう自信つけたいなっていう風に自分の中で感じてるところがあるんじゃないかな。で今そのための、自分のそうだな断捨離しているところとしては、こう幼い自分とさよならする大人になるところが今来てるって。大人になるというかね、人生の階段1個登るっていうねいう感じで、今経験を積むところに来てるっていう、さなぎから蝶になりますよっていうことが今お相手の中で行われている、さなぎになってる最中だから、蝶になったらはっきりと言うから、それまでねもうちょっと待ってねっていう感じかな。今すぐ好きだの愛だの告白だのとか、そういうところには今は行かないよって、すごくね魅力は感じてるんですよ。女帝とカップのエースだからね、愛の始まりと美と愛と豊かさのカードが入ってるから、すごくここに魅力が詰まってるんだけど、まだここで自分の手放し、幼さからの脱却だったりとかね言われてるかな。足りないものを今自分の中で補おうとしてるんですって。自分がもっとねこうなりたいっていう理想に向かって今頑張ってるから、それが叶ったらというか、自分で納得したらとか機が熟したら伝えますのでって言ってますね。あなたに対するお気持ち間違いダメ、言っちゃダメって言ってるからダメ、ということで、あなたに対するアドバイスをもらっていきましょう。好転へ向けてのアドバイスです。ここはまず布ヌマンから1枚もらいましょう。あなたがこのお相手に今してあげられることとか、あとはそのあなた自身がどうあればいいのかとか、全体的にねアドバイスをもらっていきましょう。どんな風に接したらいいのとかさ、レターのカードが入っていて、であとはねタロットカードからももらっていこうと思います。レターなので、あなたの気持ち教えてとか、声を聞かせてとかね、ビッグバンみたいなね歌ありますよね。声を聞かせてっていう歌ね。ああいう感じであなたの声を聞かせてほしいっていう風に、ご意見承りますみたいな、何か言いたいことがあれば何なりとご意見くださいっていうようなことが言われてますね。そしてワールドのカードが入ってるので、あなたもお相手の脈ありサインにどこか感じているところがあったりとか、あなたに対する思いに対して今ここに出したカードでなんとなく分かるような、伝わるようなところがあるんじゃないかと思うんですね。でワールドが入っている、そうね、お相手ね、なんかねもう少しね待ってねみたいなこと言ってるけど、十分よっていう風に言ってあげた方がいいんじゃないかな。あなたの中でそのお相手がね今あなたに不足していないというかね、あなたに値する、なんて言ったらいいの、上から目線で言うわけじゃないんだけど、今のあなたで十分素敵なのよっていう風にあなたが本気で感じてらっしゃるのであれば、その通り伝えてあげたらいいんじゃないかと思うんですよ。でこのお相手が言う通り、まだまだ自分には足りないところがあるから、それ今一生懸命ね変えようとしてるとか、成長させてる今さなぎの段階なんだって。でそのことで何かピンとくる方で、そうだわって、もう少し時間置いて待っててあげた方がいいかもしれないっていう風に感じるんだったら、待っててあげた方がいいって。でさなぎの状態だって言ってるんだけど、いや私から見たらもう全然美しい長所だわって思うんであれば、ビリってねさなぎの皮を破って流れに逆らってもいいんじゃないかと思うんですよ。
で顔を出して、あなたは十分素敵よ、もうこんな綺麗な長所になってるのよっていう風に教えてあげると、お相手もそうなんだっていう風に思うんじゃないかな。そこは今そのあなたとお相手のその距離感だったりとか、ご覧になってる方それぞれの立ち位置とかもありますので、自分の状況に、ご自身の状況に置き換えて、今自分がどうすればいいのかっていうのを決めていただきたいかなと思います。あなたの中ではもう十分お相手の魅力も伝わってますし、お相手があなたに感じる魅力っていうのも十分あるので、そこをね、きっかけを作るのか、あとはそのお相手が言ってる通り少しね待つのかっていうのは、そのあなたの判断にお任せしますっていうのが出てきている。ただどの選択を選んでもワールドだから、あなたとお相手の世界がね完成するっていう風に言われてるんですよ。で、脈割りで見ているテーマなんですけど、あなたとお相手が世界が一つにつながるっていう風に言われてるから、それは期待して待つか、自分からきっかけ作るかはお任せします。どのようになっても世界になっていきますから大丈夫です。で、手紙のカードが出てるので、実際にアクションに移していってもいいんじゃないかと思います。で、あなたなりのやり方でっていう風になってるので、別に手紙にこだわる必要はないし、文字とかね、声とかおしゃべりとかそういうことにこだわる必要もなくて、あなたなりのやり方で表現してくださいねって。で、お相手にね、ご意見、ご相談、ご要望とかがあれば、ぜひこちらのカスタマーセンターへっていう風に言われてますので、そのように、何か伝えたいこととかもあれば、どんどんと伝えていっていいと思いますし、お話ししたいことをどんどんとお相手にね、流し込んでいってあげていいと思いますよ。あなたが本当に魅力的だなと思ってることを伝えるとか、何でもいいですよ。あなたの声を聞かせてっていう風に出てきました。はい、以上こちらが3番をお選びいただいた方のリーディングとなります。今回はお相手の脈ありサインについて見ていっています。この中から何か一つでも心に残ることがあれば参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。